9七角と対抗してくるんですかね。この辺はちょっと難しい。飛車待ってみますか。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋大津で実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。あなたが後手です。はい、私後手番ですね。対局相手の方開始。三段の方です。相手の方はね、振り飛車が四間飛車かな、得意戦法となってたので、振り飛車の将棋になるかと思いきや8四歩だった、2六歩だったんで、横歩取り系のスタートですね。私は4四歩と止めて、逆にね、振り飛車か雁木かという将棋にしてみましょう。さあどうしますかね。角を上がって、銀を上がればね矢倉の形ですけど、角を上がって、じゃあ今回ちょっと中飛車やってみますか。中飛車最近ちょっとやってないんでね、中飛車の将棋にしてみたいと思います。で飛車を回って中飛車からちょっと振り飛車穴熊っぽい将棋をイメージしてます、今のところね。相手の方のね出方次第なんですが、私の方王様囲って、相手の方がねこれ、居飛車側がね、先手ですので急戦策も十分考えられます。私穴熊をね目指すということで端歩を受けずに王様を寄りました。端を受けてね穴熊を目指す方法もあるんですけれどもね、銀が上がったので急戦かもしれないですね。でもちょっと穴熊を目指してみますか。このね6八銀という手で王様を深く囲う可能性がね減ったのでね、急戦策が来そうですね。私の方は王様を囲って、穴熊っていう囲いはね硬いんですけれども、時間がね形が完成するまで時間がかかるのでね、そこだけ注意が必要ですね。そこにはね、まだね8二銀と7一金ぐらいの、8二銀の一手はねどうしてもやっぱ指しておきたい。できればね7一金までいければですけど、金が上がりました。これはですねちょっと懐かしい形ですね。5七金戦法といって、中飛車に対してね金が出てくるのがね、このならではのね指し方で、本来ね銀が左5七銀左や5七銀右でね銀で攻めてくる形が多いんですけど、こう金でくる形もね実はね昔はすごい流行したというかね、昔はあった指し方で、もちろんね現代でももちろん通じる指し方だと思います。さあ金出てきてどうしますかね。これ金出てきた理由を、簡単に言うとこう4五歩と突いて反発する筋が私の方にあるんですけど、金ですとね同金と取って角を交換して同玉で3三桂とかの時にね、金だとバックできるんですよね。4五歩ここで突いて同金で交換して同玉で桂を飛んでね、その時ここが銀ですと桂を飛んだ時にこの銀がニッチもサッチもいかなくなるんですが、金ですとバックできるっていうのが一応ね、この546 5七金型のねメリットなんですね。さあどうしますかね。これは銀を上がって歩を突いて動いてくるのが目に見えてるので、どうやって防ぐか。飛車回って受けますか。これはね3筋から来そうなので、先に飛車を回ってね受けようということです。ただまだねこの形が未完成なので、不安定なね形なのは間違いないです。銀ですか。これには銀を上がって私の方もね、この銀上がりもねやっておきたい手でしょうね。中央を厚くしてで、私の8二銀とね、これで一応いわゆるハッチが閉まったなんて言いますけど、この銀上がったことで少しね楽っていうか安心ですね。もう一手7一金まで寄れるともっとね一手一手安心がもうこうなんですかね、玉形がね安定していくので、もう一手させて7一金までいければ、強い戦い、ある程度強い戦いも歓迎と。で相手の方はね7九金と寄るとエルモ囲いのね類型のような形になりますね。こので7九金と寄れば金を寄るかもうすぐ3五歩とか仕掛けてくるかといったあたりでしょうか。この歩はちょっと穏やかな手ですね。この歩で突くとね角道が止まるので、これだと少しね一気の攻めというよりはそうですね、こうやって陣形を整備してっていう感じになりそうです。さあどうしますかね。少し相手の方がゆっくりした指し方なので、私の方も金を寄せていきますか。難しいところですね。別にこの指し方が当然変とかではなくて、今回溜まってみますかね。金を寄っていく手もあるんですけれども、6五歩と、角筋を通される手を歩をついて防いでおくという手ですね。で金をね、玉形は薄くなるんですけど6三に金を構えることで、上からの攻めにね強くなるということですね。今ね相手の方6八金のところで6五歩とね位を取る手もあったと思います。そうですね、これで銀上がっておそらくこう
玉と位取りのような形で、私もね飛車回っていく指し方をねやってみたい感じもありますね。これだと飛車をビューンと回ってね、このフライがねちょっと不安定なのでそこをついてみたい。9七角と対抗してくるんですかね。この辺はちょっと難しい。飛車回ってみますか。ここで一回3二飛車と回って、3五歩と仕掛けてくる手を、牽制したんですよね、下で守ることで。ただ相手の方がじっくりとした駒組みをしてきたことで、すぐここでもちろん仕掛けてくられる可能性はあるんですけど、この状態よりも今こちら側ですよね、この歩の上、この銀、玉頭のね位取りの部分を咎めに行くと。王様引きましたね。これはこうついていきたいところですね。どうでしょうかね。角を上がったりして頑張る手もあったと思います。ここで角上がる手もあるのかな。これですとね、同歩同金となれば、位を奪還できるので、そうですね、金で取って、数がね奪還できるので、この展開はそれほど不満なしという感じがしますね。どうでしょうか。角を一回端歩をついたりしとく手もありますけど、角引いときますかね。角深く引く手もあるんですが、これでね場合によっては6五歩とついていく手や、これ実はね4五歩とつく手を狙ってます。同金に桂馬を飛ぶと、さっきね金は引けるよって言ったんですけれども、その時に4五歩と打ってるとね、さすが相手の方ねついてねついてきましたね。金がねピンチになるので、この辺りはさすがですね。さあどうしましょうか。6五歩この辺をついてね指すっていうのはやってみたいですね。こうついて、角をね6強に出る手をイメージしつつですね。相手の方の王様がちょっと不安定なんでね、戦いが起こってしまえば穴熊のねペースになりそうですけれどもね。取り込みですか。同銀に取りを取ろうってことでしょうか。ただ同金でも角ぶつけてガンガンいってもいけそうですし、同銀におそらく取るってことだと思うんですね。で同金なら角飛び出ようっていうね読み筋かなと思うんですが、そうですね、これどうするかですね。同金で角出て角ぶつけて大さばき決戦を挑んでもいけそうな感じもあるんですが、先の方まで読まないとね。同角成同桂、今言ったのはね同金4四角、3三角同角成同桂、でここに角打つ傷があるんですね。6三角7三飛車、5四角成で、そこで6六歩と打っていくような感じでどうかっていう感じですね。ちょっとやってみますかね。今頭の中で考えた変化をね。これ多分角出てくるってことだと思うんですよね。歩を打つ手もあるんですけど、ここ取り込んだんでね、ここに角をね出ようっていう構想だと思うんですよね。で出てきた時に私の方はそれに合わせて角上がってこうカウンターをかけて、うまくいくかどうかっていうのを今さっきね口頭でちょっと話してたってことですね。この穴熊が金銀2枚なんでね、それほどこうガチガチの穴熊じゃないですけど、先手側の居飛車側のねこの王様の形が穴熊に比べるとねやはり不安定なので、その辺をねついてね決戦にしたいというのが穴熊側の狙いですね。私の方の狙いです。で居飛車側もね別に駒を損してるわけではないので、ここの辺りはそうですね、いろいろ手がありそうな。今歩ついてきましたね。これは4四角3三角同角成同桂とね角交換になった時に飛車がね走れるようにっていうことですけど、この歩突きはちょっとこう手を抜く手もありそうですね。手抜いて何かやっていく手もありそう。歩をついていく手もありそうですね。歩を突くと金を寄る角を出る。いきますかね。ここつきますか。もうこれはね歩になってきても王様が遠いので、同歩と取る手もね同歩や同角と取る手ももちろんあったんですけど、もう手抜いていってしまおうと。これで歩を打って、角出る方が良かったかな。分かんないですね。歩を打ってで5五ついてって感じですね。いろいろありました。角をすぐ出るっての方が良かったかもしれないですね。ここねで5五ついて、いずれにしろねもうこの歩成りは放置で攻め合おうっていうことですね。ここの辺りが金銀がぶつかりそうな感じなので、穴熊ペースになりそうですけど、さあ果たしてどうなるかで角成りですか。さあ角を飛び出すのがいいかな。ちょっと待ってくださいね。ここは慎重になりたいですね。角を出ると2四飛車って手があるかな。で歩を突く、取り込む同銀、歩を打つ同銀同銀同角、ここを歩打つ手もあるんですね。難しいですね。取り込む手もある。同銀同銀同角、ここを取り込むと同銀同金同銀。さあそこで手があるか。角飛び出す飛車浮く歩を突く。
まあ角飛び出しますか。これはね3二とと入ってくる手が角取りになるので、まあねこの間接的に飛車を睨みながら角を飛び出ます。まあ飛車浮きですかねこれは。ただこの飛車がね直通してるんで、居飛車側の形がかなり危なそうな感じもありますね。そこら辺どうなるか。まあ飛車浮きが第一感ですね。角の睨みに入ってるんで、次3六歩とついて、まあ、同金に5六歩と取り込むと、まあ、両取りの技がかかるんですよね。で、まあ、飛車をこうどっか移動させたいんですけど、ただ逃げるだけだとねやはりちょっとこの、まあ、忙しい中盤戦で不満なので、まあ、2四に逃げればねこの銀取りにしながら逃げることができるので、まあ、それが第一感というかね、まあ、そう逃げるのがまあ一つ、有力そうなところですね。はい。ただその時にこの歩を一発ついて同金で取り込むと一応まあこちらの方も香車が取れそうな感じですね。まあこの途中のね歩打ちどうしたら先角出たら分かったかもしれないです。あ、歩同歩ですか。この歩ですか。これはちょっと意外な手ですね。同金か角で取るかどっちもあります。そうですね。同金も有力ですね。やってみたいところ。ついてから金寄るとどうなるんだろう。同金もありますね。相当魅力的です。同金も。まあ同金かなこれは。はい。同金同角もありますね。難しいところでした。まあ角がねやはりこう睨みに入ってるので、それがまあいずれにしろね、まあ、ずっと狙い筋の一つなんですねこっちの方は。はい。飛車ここで飛車浮きですか。なるほどね。これで、角が浮いたというのは主張ですね。なるほどなるほど。さあこれは一気に攻めていきたいとこですね。歩を打つ同銀同金同角。さあこっちの歩を打つどっちがいいかな。ちょっとねここはね考えますね。突くと飛車寄った時に角取りになるよっていうのが相手の方の狙いで、さすが読みがね入ってるなって感じです。ここに歩を打つ同銀同金同角、銀打つ角なる歩打つ、なるほどなるほど。ここは難しいですね。歩突く、まあねこの辺りの駒がもう助かる感じはないので、何か攻める手をね考えたいところです。歩を打つ同銀同金同歩で垂らす、それもあるかな。垂らす手もありますね。それをやってみますか。それで歩を打つと取ると、こっち振ってみますか。はい。まあこっち打つ手とあってねどっちもあったところです。あ、投了ですか。ありがとうございました。これはちょっとね9期の投了になりましたね。はい。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね将棋大勢実況対局の方をやってまいりました。まあ、戦型がね私の振り飛車穴熊ね、今回中飛車穴熊というんですかね、その形から相手の方のね急戦策に対してね、まあどのように対処するのかっていうのが一つポイントだったんですけれども、相手の方は途中で急戦を断念しましてね、少しゆっくりとした将棋になり、まあ私のペースになったかなというところで相手の方のね投了となりました。まあ少しね早い投了のような感じなんですけれども、まあ解説編の方でね投了局面からねどのように進めれば振り飛車が勝ちになるのかといったあたりを含めましてじっくり解説していきますので、そちらの方もお楽しみにしていただければなと思っております。